ハムスターとウサギ部屋。ハムスターを飼う簡単なコツ。皆さんこんにちは。ハムスターとウサギ部屋チャンネルです。現在は3匹のハムスターと2匹のホーランドロップを飼っています。今回の動画は初めて飼う人でも安心なハムスターの飼い方をとても簡単に紹介します。ハムスターは本当に可愛いですよね。それでは順番に説明していきますので最後までぜひご覧ください。まずケージ選び。ハムスターは走るのが大好きなので思いっきり走れるスペースが必要ですが、さすがに巨大なケージにするわけにはいきません。ハムスターの種類によっては一晩で10キロから20キロも走るほどと言われますので、やはり大事なのが回し車です。ただし回し車の直径が大きすぎても小さすぎてもハムスターに良くないのです。なぜなら大きすぎると回す力が足りず、小さすぎるとハムスターの背骨に無理な力がかかってしまいます。それではここから具体的なハムスターのケージについてです。プラスチックと金網の2つが代表的です。プラスチック製は見た目が綺麗で、金網はハムスターがよじ登り運動することができます。どちらでもお好みで選べばよいのですが、注意点です。小さいケージは値段が安く見た目が可愛いので選びやすいものです。ところがハムスターだって成長しますし、すでに触れたように走るのが大好きな生き物なので、最初に思ったよりは大きめのケージを用意することをお勧めします。それではそれぞれのデメリットもあるので触れておきます。まずプラスチック製ですが、確かに見た目は綺麗なものの熱がこもりやすいということです。ハムスターが快適に過ごせるのは温度20、25度、湿度40、60% と言われていますが、プラスチック製は温度が上がりすぎないように気をつけましょう。続いて金網はどうでしょうか。よじ登って運動するのでそこは良いのですが、中にはガシガシとかじる子もいます。理由はいろいろとあり、例えばストレスが溜まっている、外に出たい、遊んでほしいなど。ワンルームだと音が気になるかもしれませんが、こればかりは飼ってみないとわかりません。どちらの家を選ぶにしても、ストレス軽減のために適切な大きさの回し車を使い、そしてハムスターと遊んであげるようにしましょう。次に食事。バランスの良い食事が大切なのですが、基本は市販のハムスター用フードで大丈夫です。習性として口の中に溜め込んで、自分の気に入った場所に運ぶことがあるのですが、それも可愛いものです。ハムスターのご飯で大事な点を2つ紹介します。1つ目、ひまわりの種はおやつ程度で、ほどほどに。多くのハムスターは、ひまわりの種が大好物。結構グルメで好き嫌いがあるハムスターたちは、ひまわりの種をやりすぎると、種だけ欲しがるようになる可能性もあるのです。また、ひまわりの種は脂肪分が多いので、ハムスターを太らせて病気にする可能性もあります。大好物でもあくまでもおやつ、数日に1個で十分なのです。2つ目、特に大事なのが新鮮な野菜を毎日あげることです。ハムスターだって家族の一員、せっかく迎えたのですから長生きしてほしいですよね。野菜が足りないと長く生きられないことが多いので、毎日欠かさずあげてください。市販のペレット類は歯の伸びすぎ防止などにも役立ち主食で良いのですが、ハムスターは新鮮な野菜が必要です。ペレットだけで良いと勘違いする人は割といるので、ここは押さえておきましょう。ちなみにうちのハムスターたちは空心菜、白菜、キャベツは大好物です。なお、刺激や匂いの強い野菜はあげないようにしましょう。もちろん、飲み水は常に飲めるようにしてください。最後にトイレのお話で、トイレは専用の容器か少し底の深い皿、砂は市販の砂で大丈夫です。ハムスターはかなりきれい好きです。今まで何匹も飼ってきましたが、おしっこは定位置にします。これは本能と言ってもよく、穴の中で暮らしてきた頃の名残で、狭い空間を清潔にしておかないと病気になることを知っているからです。うちの子たちは自分たちで砂の場所にするようになりましたが、中には別の場所をトイレと決める子もいるようです。別の場所にした場合、定位置になる前に匂いがついたものをトイレに入れて、元の場所は清潔にすると、場所を変えてくれると思います。なお、
トイレの砂が固まってきたらこまめに掃除して、いつもサラサラなのがいいですね。ということで、簡単にハムスターの飼い方を紹介しましたが、いかがでしたか？ハムスターとうさぎ部屋チャンネルでは、ハムスターとうさぎの話をしてきますので、今後ともよろしくお願いします。